アイスランドの天候は寒くて湿気が高く、風が強いことが多いものの、地下ではほぼ無限の熱源が湧き立っています。実際この国のほぼ全ての建物の暖房は地熱エネルギーを利用したもので、これは実質的に二酸化炭素排出がないプロセスによるものです。この再生可能エネルギーの仕組みを見てみましょう。地球の核と地殻の間にはマントルと呼ばれる部分的に溶けた岩石からなる層があります。ここの温度は1000から3500度の間です。この熱の一部は金属の放射性崩壊からもたらされますが、大部分は地球の核から生じた熱です。核は40億年以上前に地球が形成された時からエネルギーを放出しています。マントルはゆっくりと移動し、地殻の約40キロより深部で循環していますが、地表近くまで上昇している場所があります。マグマが地下でたまりや脈を形成し、地中の水脈や耐水層を300度まで熱します。この熱水の管理が地熱エネルギー活用の主要課題ですが、これには主なモデルが2つあります。一つはこの深部にある熱水源を利用して発電する地熱発電所の建設です。まず技術者が砂岩や玄武岩などの透水層に数キロの井戸を掘ります。高温高圧の地下水が井戸に流れ込み、圧力と温度が急激に変化することで大量の蒸気を生み出します。この蒸気でタービンの羽を回して発電するのです。最後に残った冷却された水と濃縮された蒸気を地下に戻してオープンループを形成することで水を失わずに電気を提供します。しかし地熱を利用するためにこれほど深く掘削する必要はありません。太陽放射のおかげでわずか 1.5 メートルの深さの土壌でも20度以上になります。地中熱ヒートポンプで地中のこの層にパイプで水や不凍液を送り、そのエネルギーを吸い上げます。この液体は地元のインフラを通じて送られ、熱を放出すると地中に戻され、さらなるエネルギーを回収します。ポンプを動作させるための外部電源は必要ですが、エネルギー供給量の方が消費量よりもはるかに多いため、持続可能な循環プロセスになります。加えて地中熱ヒートポンプは創業費が安く、エネルギー効率も少なくとも化石燃料の2倍になります。地熱エネルギーがすぐ足元で放射しているものであれ、数キロの深さで水を加熱するものであれ、地球は常に熱を放射しているのです。年間を通じて平均で地球は人間が消費するエネルギーの約3倍を放出しています。ではなぜ地熱は人間のエネルギー生産の 0.2% しか占めていないのでしょうか。その答えは熱や場所、コストによるものです。地中熱ヒートポンプは地下深部でどこにでも存在する熱に依存しているため、ほぼどこでも展開が可能ですが、地熱発電所には高温の地熱フィールドが必要です。180度以上の領域は地下数キロにあることが多いのです。このような高温のゾーンを見つけることは難しく、発電所は深い井戸を何本も必要としますが、1項の掘削に最大で2000万ドルもかかることがあります。深部に地熱フィールドがある地域もあります。アイスランドや日本はマグマが地殻を通って上昇してくる活火山帯やプレート境界のそばにあります。しかし同じ理由により、これらの地域では地震が起こりやすく、またパワーのある掘削が地震を引き起こすこともあります。さらに地熱エネルギーはクリーンで再生可能ですが、全く無害というわけではありません。掘削によりメタンや硫化水素などの汚染物質を含む蒸気を放出する可能性があります。また加圧水を使用する掘削機は地下水を汚染することもあります。幸いこれらの課題に対処する新技術が登場してきています。排出制御システムで汚染物質を回収したり、電磁波を観測することで地震リスクの検出に役立ちます。また海洋にある火山に伴うマグマだまりなどの全く新しい地熱エネルギー源が明らかになりつつあります。ですから持続可能な地球を実現する熱を安全かつ責任ある方法で活用できれば、人類の持続も可能になることでしょう。もっと学びませんか？これらのビデオを見て新たに挑戦してください。チャンネル登録をお願いします。
溢れる好奇心を持って